はい、こんにちは。世界有数の自転車展示会台北サイクル2026通称台北ショーの2日目にやってきました。昨日1日目は第1展示棟の4階、完成車とかコンポーネントブランドが軒を連ねる、比較的 B2C 向けのエリアを回ったんですけど、今日は1階の、OEM 供給をメインとするブランドが中心のエリアを回っていきます。はい、じゃあ第1展示館の1階入ってきました。ここがちょうどメインストリートの部分なんですけど、見えるブランドはチェーンの KMC だとか、アルミ製のハンドルとかを供給しているブランドですかね。こんな感じの完成車とかコンポってよりかはちょっとその引き立て役みたいな小物ブランドが中心となってきます。じゃあね、今日も同じようにここを回りながら気になったブランドを紹介していきたいと思います。モートップかな。これブロンプトンのホイールなんですけど、カーボンホイールなんですけどスポークがアルミですね。なんかこんな感じのアルミスポーク採用してます。このサイズだとスポークっていうよりかはなんか首下の長いボルトみたいなイメージですね。CFRTP の熱可塑性カーボンファイバーのなんかスポークを展示してますね。ちょっとなんかね、触った感じ普通のカーボンスポークよりも滑らかな感じです。これが新しい設計のカーボンスポークらしいので、頭の部分までカーボンで一体成形されてるみたいです。通常カーボンスポークって両端がステンレスとかチタンとかのパーツを作ってそこにはめ込む形にしてるんですけど、これはこの頭の部分まで一体型のカーボンのパイプの素材で、ニップル側はネジを切ったパーツをはめ込んで接着してあります。スポークこっちの従来タイプのと比べると、一体成形されているのが分かるかなと思います。こうすることでより軽量化されますし、スポークとしての信頼性も向上します。熱可塑性のスポーク、簡単に熱で溶けるんで、リサイクルしやすいっていうのが一つ特徴みたいです。あと重量もすごい軽いですね。1個あたり 1.5g なんで、今まで一番軽い多分ボノアのスポークは 1.7 ぐらいだったんで、それよりもさらに軽いみたいです。であと断面がなんかこんな感じの翼断面になってるらしいです。ちょっと分かりにくいんですけど、どうやら非対称の翼断面になってるみたいですね。こういう熱可塑性のカーボンファイバースポーク、有名どころだとスペシャライズドのロバールのホイールが採用してるんですけど、こういう中国ブランドも同じようなものを作ってるみたいですね。で面白いもの見つけました。このエイペックスかなっていうブランドなんですけど、一見普通のカーボンホイールとかカーボンスポークなんかも扱っているところに見えるんですけど、なんかこの辺のスポークがおそらく自社製造のやつやと思うんですけど、実際ボノア以外にもカーボンスポーク作っているメーカーがいくつかあるみたいなんですよね。でもしかするとここがその一つなんかもしれません。でここ中入っていってみるとすごい見覚えある形のクランクがあります。でこの2つ同じクランクに見えるんですけど、こっちは 24mm チタン軸で 360g のカーボンクランクセットで、こちらはより軽量な 295g のクランクセットみたいです。で見た感じほとんど違いはなさそうに見えるんですけど、よく見るとこの軸の形状が違いますね。でその上にあるこれは最新型で 295g でデザインも違うパターンみたいですね。このクランクなんとなく見覚えがある気もするんですけど、どうも世界中のカーボンクランクのなんか 80% ぐらいはここの工場で作ってるってブースの方は言ってました。
まあ、数値はともかくカーボンクランク作るの結構難しいって話を聞いたことがあります。なのでここでカーボンクランクの OEM 生産を、かなりの規模で請け負ってるんかなと思います。はい、じゃあ次はそのお隣のエライリーです。日本ではおなじみ軽量クランクのエライリーのカーボンクランクがずらっと揃ってます。去年のサイクルモードで見た気がしますけど TT バイク先端がすごい形してますね。刺さりそうで、クランクはすでに日本でも手に入るようなものが多いかなと思うんですけど、こっちあれですね、 X のバンタっていう最軽量のカーボンスピンドルのモデルですね。重量を測ってみましょう。スピンドルがついてる左クランクが 141.5g で、右クランクが 112.9g、左右合わせて実測重量が 254.3g、クランク長 160mm の一番軽いモデルとはいえ激軽ですね。で、あとエライリーのパワーメーターもここに展示されてます。このパワーメーターはこのスパイダー部分がカーボンファイバーになっててかなり軽量みたいです。68.3g、シゲイの AXO-SL よりもさらに 10g ぐらい軽い感じですね。で、こっちはここのチェーンリングに合わせたカバーがついてるんで、後付けのカバーつける必要がないっていうのもメリットかなと思います。で、ちなみにアルミのスパイダーのモデルもあって、こっちはちょっと重量が重くって112.3g となってます。はいはい。紹介するようなで、大手のステムメーカーとかのトランス X とか、1階のメインストリートはやっぱりペダルブランドのウェルゴーとか大きいところが並んでますね。これ多分ね、このクランクブランドですね。そう、プロホイール、OEM のクランクメーカーです。こういう安めのロード完成者向けのクランクセットなんかを作っているとこだったはずです。これキッズ用ですね。キッズ用の、95mm から揃ってるんで流行りのショートクランクですね一番短いのに 85mm クランクがありますね。これもっと76カーボンクランクもいろいろ多分 OEM かな。普通の UD カーボンと 3K とで、フォージドカーボンとちょっと繊維見えてるやつといろいろ選べるみたいです。で、マット塗装もある。あとこの辺のチェーンリングなんかも一体型ですね。ダイレクトマウントになってます。 XKD のパワーメーターのクランク付きのセットは確かこのプロホイールのクランクアームが付いてた気がします。で、スーパー B、工具の総合メーカーもここにありますね。結構大きいスペース取ってます。この細かい工具類も揃ってます。これめっちゃいいじゃないですか。この見たことない。 Y 字レンチやけど折りたたみになってて、ちょっとサイズちっちゃめですけど便利そう。ミニトルクレンチですね。結構サイズ感がすごく小さい。このサイズでトルクレンチ。頭は 6.35 の六角ビットですね。2ニュートンメーターから15ニュートンメーターまでの一番よく使うところですね。ちゃんとビットもセットになってて、こういうの1本あると整備の時便利そうですよね。中にはカーボンのディズル用のカッターもついてます。ディスクブレーキの、フラットマウントのフェーシングキットですね。で、フロントもいける。で、リアもいける。意外とね、この専用工具めちゃくちゃ高いんですよ。で、
たまに精度出てなくってフェーシングの台座の修正必要になるやつもあるんで、こういうのをアクスル取り付けて、こんな感じの工具取り付けて、このハンドルを回したら先端の刃物が回って削れていくような構造ですね。でスポークテンションメーター、ダイヤル付きのめっちゃいいやつですね。簡易式のやつだとやっぱりメモリが読みにくいんで、こういうダイヤルできっちり測れるやつの方がスポークテンションは正確に測れるかなと思います。やっぱ安いのと比べるとすごいスムーズですよね。これめっちゃ高かったですよね、これ確か。これちょっと5万ぐらい5万ぐらいするみたいですけどでここは小物専門のブランドかな。こういうフレームの、リアエンドとかなんかアウター受けみたいなパーツを専門に供給してるみたいです。中もおびただしい数ありますね。じゃあ第1展示館終わったんで、次第2棟の方に移っていきます。ということで2号館4階に来ました。ここはどっちかっていうと e バイクが中心の展示になってます。コンピューター関係のブランドのおなじみエイサーとかもありますね。 e バイク系の展示が中心です。本当にこの辺は e バイクばっかりですね。こういうなんかモーターとか制御機器の、サプライヤーとかが集中してます。で奥はバッテリーで、この辺はなんかコネクタ類とかですね。こういう e バイクを構成する、コンポーネントを作ってるような、企業がいっぱい出展してます。この辺ハブ内蔵のモーターユニット、自転車のそのブランドを立ち上げる立場だったら、こういうところで e バイクのコンポーネントを見繕って調達して作るって形になるんかなと思います。2号棟の4階はあんまり面積的にはフルで使ってないような感じですね。e バイク関係と、第1の展示館に入らなかったところをこっちに持ってきてるような感じです。キーエンスもありますね。画像測定器ですね。問い合わせしたらしょっちゅうデモに来るやつですね。バンブーラボ 3D プリンターの、メーカーも出てますね。でちょっと大きめのこれは金属かな、金属できるタイプのやつとかも、展示されてます。今やっぱり自転車でもこういう試作加工するのに 3D プリンター活用してるんで、そういう設計開発者向けのブースって感じですね。こんな感じにマーカーシール貼って 3D スキャナーで撮るデモもされてますね。ここも 3D プリント関係の会社ホームラボですね。ここは確か光造形だったかなと思います。こういう複雑な形状の試作とかに使えます。でファースポーツもここにありました。展示内容はホイール中心ですね。あとカーボンのスルーアクスルも頭の部分カーボンで首下も全部フルカーボン一体型で胴の部分がちょっと三角断面になってて、ネジ部分はさすがに金属の別パーツになってます。で工具入るところはなんか六角形のスリーブが打ち込まれてますね。重量の割に合成は出てそうな感じはします。しかもこれあれですね、パーツ組み替えでいろんな規格に対応できるようになってるっぽいです。シンターっていうブレーキパッドブランドのブースです。で、ここでなんかこのブレーキの馴染み出しのなんか装置が置いてあります。Cooler, you need heat, so you need more load and more time. So on this one we choose. Green. That's good. Keep green. Keep it in the green. Okay. And you see the timer going down. でなんかパッド自体はなんかこんな感じに各ブランドの
製品に合わせたものが用意されてるみたいです。こんな感じですね。用途に合わせて。レッドがこれが一番エントリーみたいな。エントリーなんですか。こっちがこの2つのフラッグシップ。はいはいはい。まあロングライフとこっちはガツッと効くんですか。ちょっと試してみたいですね。これがなんていうんですかブランド。メスベルクなんかミスベルクなんかドイツ語を呼びやったらメスベルクみたいな感じですかね。一応ドイツ語を第二外国語で取ってたんですけど、あ、そうなんですか。ほぼ寝てたんで一応120時間のランニングタイムでっていうペダル型のパワーメーター。これが軸がめちゃくちゃ硬いんで、はいはい、曲がらない。だから落車した時に結構ガーミンとかなんていうんですかね、他のブランド軸が曲がって使えなくなっちゃうけど、これはそこにも配慮してる。そう結構ガーミンとかは中中空にしてそこに回路とかバッテリーを収めてるんで薄いんですよね。Do you want to see it here? Yeah, please. Here we put some. This is only a functional sample, so it's not really pedal light. Right. まだ試作で 3D プリンターで作ってて、はいはい、磁石の磁力はまだ改善落ちないよ。And this is Shimano SPD. It's a raw axle, and you can exchange easily if you want. Exchange body? Yes, yes. KO と SPDSL と SPD と、はい。こっち側がスリーブで、先端だけベアリングです。ワンベアリングのコースです。Of course, also on the bicycle, you can install this mechanically, and you have a USB-C connector for charging 4 hours. Or これでだいたい多分8万円しないです。8万円ぐらいですか。安いですね。ドイツ製メイドインジャーマニーで。Which metric can it measure? Power, cadence, left-right distribution, pedal smoothness, torque efficiency. Offset PCO, of course. Of course. Yes. ペダルオフセットも取れる。基本ガーミンラリーと同じ内容は取れるってことですよね。The system calculates the crank arm length automatically. あ、そっか。ペダル型のパワーメーターって普通はクランクの長さを設定しないとパワー正常に出ないのが、一応これは勝手に補正してくれるそうです。すごいですね。すごい。それできるの聞いたことないですね。それは確かにすごいですね。まあスリーブベアリングなんで長期的に使ったらガタは出てくるかもしれないですけど。And also some replacement kits for bearing. Also. まあそこのベアリングとかボディの交換もできる。You see here, crash replacement is possible. 一応クラッシュリプレイスメントもある。And when can I buy? We will go to come out mid of this year. This year だから今年の半ばには発売する。Okay. The same developers? Yes. My company. Oh, you? So you made parts marks? Yes. すごいな、すごい大物。パワー2マックス。それは信用できる。Yes. Okay. はい、ということで2日間にわたって2026年の台北ショーの会場を見てきました。3フロア一応全部回りました。で今年は去年に続いて2年連続での参加だったんですが、そんなに目新しい新製品とかはあんまりなかったかなと思います。でも製品についてブースの人に詳しい話を聞いたりとか、なかなか見る機会のない珍しい製品見れたんで2日間すごく楽しかったです。でこの後は台北市内に戻って、観光とかを楽しもうかなと思ってます。で台北ショー、B2B って言いながら実はもっと大きいショーがありまして、それがね上海ショーっていうのがあるんですよね。なんで今後はちょっとそういう台北以外の大規模な自転車ショーも見に行けたらいいなと思ってます。じゃあ本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。